こんばんは、こんにちは。今ですね、日曜日の夜の7時20分でございます。今みんなでご飯食べて、でご飯の片付けとか、あとは息子が遊んでたおもちゃの片付けとかをして、で、夫が息子のお風呂を今やってくれてるので、多分そのまま後でちょっと寝かせに行ったりとかして、そこからはもう自由時間って感じなんですけど、日曜日の夜ってさ、私すごいいつも忙しいんだよね。なんか来週っていうか今週か、明日から月曜日からのなんかご飯の作り置きとか、あとはこう1週間のリセットみたいな感じでキッチン掃除したりとか、あと見えるところ、ディープクリーニングはしないんだけどお掃除したりとかで、なんかすごいね、わたわたする気持ちなの、日曜日の夜って。でもこれをやらないとなんか私の性格上ゆっくりできないわけ。こうソファーに座ってさ、だらーっとリラックスみたいなのがね、なかなかできないの。だから今からやっていきます。で今明日食べる予定の、明日ポトフを作るんだけど、ポトフをちょっと煮込まないんだけどね、食材だけ切っておいて、あとはもうお鍋にかけるだけっていう状態にしておきたいのと、あとは最近焼き芋を私がよく食べるんだけど、炭水化物としてそれをやったりとか、あとはもう野菜とね、ベリーとか果物は昨日買い出し行った時に全部洗って、もう全部腐りにくいように保存してっていうのをやったんですよ。ちょっとチキンをグリルするところまでやってもいいかなと思うんですけど、ちょっとそれは考えます。あとあれだ、あともち麦を私が最近よく食べるんだけど、そのもち麦を炊いていこうかな、なんていろいろ考えていて、もうなんかせっかくやるならさ、動画にしちゃえと思って今カメラを回してます。最近さ、すごい私の動画の音声が悪かったんですよ。それは自分で編集してても気づいてたんだけど、なんでちょっとマイクをね買いましたので、これも使ってみたかったから、ちょっとおしゃべり動画みたいな感じで作りながらやっていきたいと思います。まずは一番簡単な焼き芋からセットしていくんだけど、もうこんな説明するほどでもないんだけどさ、エアフライヤーをね、いつだろう、半年ぐらい前に買ったんですよ。でそれがさ、めっちゃ良くて、もう何でももうそのままもうこの中に入れとけばいい感じにグリルされるっていうので、スイートポテト洗ったやつを普通にアルミホイルにくるんで2つねこう入れて、普通にこのままもうどのぐらいだろうな、結構1時間ぐらい、芋はねだったら美味しいから、これでもう焼き芋は終わりでしょ。でなんか最近さ、すごいジムに行ってるんですよ。でやっぱりすごいハマり始めたから、これはいい兆しだと思って、やっぱり食生活も整えなきゃいけないよっていう風にトレーナーに言われて、で別にすごい変な食生活をしてなかったし、今までもでなんかアンヘルシーなものばっかり食べてるってわけではなかったんだけど、でも改めてちょっと見直してみようかなと思って、なんか1週間食べたものをログをトレーナーに送り続けたのね。毎食っておやつとかも全部食べるもんで、やっぱりタンパク質を1日の総カロリーの中の 50% から 60% をタンパク質から取った方がいいというふうに言われて、で私はそのタンパク質がすごく少ないわけで、ちょっと少ないで炭水化物の方が多かったので、それをこう逆転するようにしようと今頑張ってます。あとは炭水化物もちゃんと取ってエネルギーにして、結構週3とか週4とかでワークアウトを私するので、ちゃんと
炭水化物を摂ってます。でそれも種類がいろいろあってさ、やっぱご飯とか食べるじゃん、日本人だったら。ご飯とかパンとかで、それよりもその焼き芋、そのスイートポテトとかはすごいカリウムが豊富だったりとか、ビタミンミネラルが豊富なので、それを取るのもいいよっていうふうにおすすめされて、私すごい芋好きだからさ、スイートポテトでそれいいなと思って、最近は芋とかご飯あんまり食べなくなった。ご飯食べるならグレイン系、そのもち麦とかさ、キヌアとかなんかそっち系を食べるようになって、ほとんど食べてないね、ご飯は。でパンもまあたまに食べるけど、なんかこういうパン系はなんかこのちっちゃいベーグルとかたまに食べたくなるから食べたりするし、あとこのトルティーヤ、これウィートかな、ホールウィートのトルティーヤとかも、まあ、食べたりはするんだけど、手軽だからさ、お昼ご飯とかにまあそんな感じで気をつけてるんだけど、できるだけそういう炭水化物のそのお腹を膨らますようなものよりもタンパク質のチキンとかサーモンとか乳製品とかで、乳製品も私はラクトースが食べれないんだけど、ヨーグルトでラクトースフリーのものがあって、ギリシャヨーグルト、グリークヨーグルトで、それがすっごいタンパク質豊富なので、それを食べたりとか、チーズもラクトースフリーのチーズとか今たくさん売ってるのでを食べるようにしてます。でどうしてもちょっとプロテイン全然足りないなみたいな時は、プロテインスムージーっていうかプロテインシェイクを飲んだりとかも、するし、あとワークアウトした後にはプロテインを飲むようにしてます。そんな感じで結構食生活がね勝手に改まったのよ、その1週間のログを送ることで。でこれもいい兆しだなと思って続けたいなと思って、ベイクドベジタブル、なんていうんだっけ、オーブン焼き野菜と、あとは何かしらプロテイン、チキンが多いんだけど何かしらプロテインと、あとはその野菜の生で食べる葉っぱ系の野菜とかはもう常備しておいて、いつでもそれをこう取り出してすぐに盛り付ければ食べれるようにしておいて、でそれをよく食べてます。だから例えばもち麦に葉っぱ系でプロテイン系で、あとはその焼き野菜で、私がよく食べるのは人参、ビーツ、カリフラワー、ブロッコリーよりカリフラワーの方が私個人的に好きなのでとかと、あとトマト切ったやつとかで、ちょっとなんかレモンとか塩とかちょっとだけかけて、それをこうボールとしてサラダボールみたいな感じで食べたりよくする。で和風にしたい時は味噌とクリームチーズとこう混ぜてドレッシングにしたりとか、ヨーグルトとかも、ヨーグルト味噌とかも美味しいし、ヨーグルト味噌マヨとかも美味しいし、普通に醤油でもそれが醤油でも美味しいけどね、そんな感じでなんか味を変えながらやってる。で飽きてきたらそれを全部鍋に入れてカレー粉っていうか、そのスパイス、ナツメグとかクミンとかをわーって入れて、ちょっとドライカレーっぽくして食べたりもする。で今日はなんかポトフを食べたいなって思ったので、ポトフも今言ったような野菜を入れるんだけど、あとそれにマッシュルームとか、あとなんだろう、それだけか、それにマッシュルームだけかを入れて、ポトフにして、で飽きたらカレーにしたりシチューにしたりで、あとはもうサラダボールはいつでも食べれるようにしてるから、そんな感じで毎晩ご飯を食べてます。いつも日曜日の夜に用意をしてます。最近のハマってること、もうハマってることは皆さん分かると思うんだけど、マッシュルームハマってることはジムですと。でさっきも言ったように最近は食事をすごい気をつけてますっていう話をしたんだけど、そうやっぱりさ、出産でさすごい体が変わったんですよ、体質とかも。で全然別に
なんていうの、太ってるとか全く自分のことを思ってないし、なんか体重的には全然元通りっていうか妊娠前とそんなに変わってないんだけど、やっぱさ、なんかもう見た目が全然違うの。もうなんだろう、やっぱお腹周りがやっぱちょっと前と全然違うし、筋トレも全然やってなかったから、今この 2,3 ヶ月前に始める前はもうお尻とかもさ全然ヒップアップしてなかったからさ、そういうのをちょっと嫌だなって、自分の体幻滅だなって思い始めて、やり始めたっていうのと、あとは2歳になってもうちの息子が、要は妊娠してから2年経った今やっとなんか体力的にもなんかすごいメンタル的にも戻ってきたなって元に思って、なんかやれる気がした。体力もワークアウトできる体力があるし、なんかすごい戻った感があったんだよね。だからやるなら今だなと思い立ってそのまま続けてます。2月ぐらいから始めたから、2月の中旬ぐらいだったかな、だいたい今2ヶ月目ぐらいかになっておりますが、なんかそうね、ちょっと変わってきた気がするけどね。この背中のトレーニングとか全然今までやってなかったから、背中とかこの肩周りとか、あとはお尻とかはさ、やっぱよくわかるよね。運動し始めるとお尻とかが変化が見えやすいんだけど、そういうのとかは感じれるようになったかなっていう感じです。でトレーニングメニューとかも組んでもらってて、ちょっとねポッドキャストで話をしてるんだけど、オンラインのトレーナーを今つけてるんですよ。で、本当はねパーソナルトレーナーがいて一緒にワークアウトできる環境があれば一番いいんですけど、ちょっとやっぱ高いので、やっぱそれだと続かないから、その代わりにそのトレーナー、オンラインのトレーナーをつけていて、その人に悩みを相談したりとか、あとは組んでもらって、ワークアウトの内容をで、今ここまでできてるから、じゃあちょっと次の重さにしてみようとか、ちょっとメニュー変えてみようみたいな感じでやっていて、ジムに行くのは週3行ってる、少なくとも。で家でジム行かない日は30分40分ぐらいから自重でコアトレーニングをしていて、それも結構きついんだけど、それも全部組んでもらってやってる感じです。でフォームとかもちょっとなんか分かんない時あるじゃん。フォームやってるんだけど一体どこに効いてるのか分かんないみたいな、そういう時はそれをなんか自分でやってるのビデオ撮ったりして送って、でフォーム直してもらったりとかする。本当はやっぱ手で触ってさ、こうやってとかやって直してほしいんだけどね、やっぱオンラインだからそれはできないからっていう感じでやってます。それがこのトレインウェルっていう、アプリでスポンサーでも何でもないですからね、本当に私が気に入って使ってるものになります。でそれがやっぱめっちゃハマってて、このまま続けたい。でちょっと長期でね出張に行く予定があるんですよ、この後なので、その時もこのワークアウトの習慣を潰したくないので、現地でジムに通って、ホテルのジムとかに通って、でその時もホテルのジムでできるワークアウトのメニューを組んでもらって続けてやろうかなと思います。基本さ、なんかダンベルあればさ結構できちゃうんだよね、何でも。だからダンベルとなんかトレーニングする場所と、あと有酸素だったら私は走るのが今は気に入っていて、2マイルぐらいだから 3.5 キロぐらいいつも走ってるんだけど、一番最初にね、そんな感じで多分どこでもできるはずなので続けていこうと思ってます。なんかずっとさ、もうボディービルダーのさ YouTube とか見てさ勉強してさ何を目指してんのって感じなんだけど、なんかハマるとこうなんだよね。私すごいハマり症でとことんやりたいみたいな感じでやってます。
やっぱジム行く時間がなかなか取れないから、この日に行くって決めないとまあいっかみたいな、時間ある時に行けばいいやみたいになっちゃうから、この日の何時に行くっていう風に自分の中で決めて、それで行くようにしてる。土日は、夫が土曜日の朝ジムに行ってて、で私が日曜日の朝ジムに行くっていう感じにしているので、まあ、なんかお互いなんていうの、プッシュし合って、今日ジム行く日でしょみたいな感じでやってます。子供がいるとさ、いつでも行けるってわけではないからね、調整しないといけないからさ、はい、そんな感じです。でもやっぱ食生活が一番大事だよね。ワークアウトしてさ、やっぱ体をなんかもうちょっとこう自信がある体に変えたいって思う時にさ、トレーニングだけやってても全然意味はあるけど、すごい遠回りっていうか、やっぱ食べるものを変えなきゃいけないから、こんな感じでちょっとやっぱ手間かかるんだけどさ、すごく気使ったご飯を毎日食べるってなると、でもまあ日曜日の夜とかにこうやってしこしこと準備をして作り置きを作っておくと、本当にヘルシーなご飯が食べれる。土日がやっぱちょっと狂うんですよね。でもできるだけタンパク質とバランスの取れた野菜と、あとはまあ炭水化物もいいタイミングで食べれるようにしてます。甘いさクロワッサンとか私大好きなんだけど、さすがにそれは控えるようにしてて、でもまあ昨日夫が食べてたから一口どころか二口ぐらいはもらっちゃったけどね、まあ、いいんですよそのぐらいは。そう1歳児の時はさ、風邪ひいててさ、もうそんな言ってられるかって感じだったし、で0歳児の時は寝不足で毎日ジムなんて行く体力はございませんっていう感じだったし、やっと2歳になっていけるっていう風なメンタルになりました。でも産後の仕事復帰の時が4ヶ月目だったんですけど、私やっぱその時にさ、体が元に戻ってないなとかはすごい気にして、その時は頑張ってオレンジセオリーに通ったんだよね。よくやったなと思うんだけど、で無理くりその時はなんか食事の観点が全然なくて、違うよ、母乳だったんだよ、授乳中だったから、食べ物をちょっとできるだけカロリーを取りたいっていう感じだったんだよね。だから食事はもう食べるだけ食べて、で運動をしてオレンジセオリーで走りまくってっていうのをやりましたわ。でデイケアに息子が行き始めたら風邪ひき始めて、もうそんな言ってられるかってなってやめてっていう感じをずっとやってたんでした。女性って大変だよね。なんか出産でこんなに自分の体が変わるって思わなかったわ。その見た目とかじゃなくても、まあ、見た目もそうなんだけど、なんか体質とかもすごい変わって、私さ、そのラクトースイントラレンスですって前から言ってたけど、ここまでひどくなかったの。なんかちょっとアイスクリーム食べたぐらいであんまりお腹壊すとかそこまでなかったんだけど、もう今はね、アイスクリーム食べた瞬間もう速攻お腹が痛くなります。すごいその辺も繊細になっちゃった。本当に大変だよね、出産するって。なんか出産して終わりじゃなかったわ。出産したらいろんなことが変わっちゃったわ。でもそれを受け入れて新しい自分で生きていくしかないよね。そうやっとそのメンタルになってきた。焼き芋ができました。ピピピ。多分もうこれで焼き芋はいいと思うんで、余熱で掘っておきます。カリフラワーさ大好きなんだけどさ、食べるのこの最初に洗うのがさすごい苦手なの。私いっぱい虫ついてるじゃん。アメリカのって結構虫ついてるのね。オーガニックだからさ、私が飼ってるのがとか泥がついてるとかも全然それは普通なんだけど、それはどうでもいいんだけど、なんかやっぱちょっと虫がここまで見えるとね、なえるっていうか、ちょっとね、ってなる。
ってなる。カリフラワーなんて日本にいる時あんま食べてなかったけど、私アメリカに来てすごいハマった。でカリフラワーは包丁でこうやって切るとボロボロとクランブルが落ちちゃってうざいので、この茎の部分を最初に取っちゃったら、こうやって取っちゃったら、この下の茎の部分だけ取ったら、あとはもう手でポリポリとこうやって切っていくとクランブルが出にくい、ホロホロと出にくいですので、このようにボキボキと処理をしていくとゴミが出なくて良いです。洗います。ちょっとさ、カリフラワーはさ、ポトフに入れるのやめようかな。なんかグリルした方が美味しいんだよね、カリフラワー。でも今からグリルしたら1時間かかるでしょ。9時半でしょ。もう10時には寝たいんだよね。今日すっごい眠いの、眠くって。だからこれもグリルの準備だけして明日グリルしようと思います。洗ったやつをもうこんなざっくり、こんな大きくていいんだけど、これを入れてクッキングペーパー引いてこれ入れて、塩、胡椒、オリーブオイル、レモンを結構大量に入れて、でちょっとチーズ、粉チーズをこうグレーズして1時間ほどオーブンでグリルするとめっちゃ美味しいです。マジで大したことなさすぎるんですけど、すいません。野菜をざっくりこうやって切って、で冷蔵庫で保存しておきます。で明日これにこれで、水を入れないで最初グツグツだしのこのうまみを、濃縮スープを出して、でそこで水とか塩コショウを入れて仕上げます。多分ちょっといいソーセージがあったと思うから、ソーセージ入れるかな、後で。はい、これがうちのポトフです。カリフラワーをこう冷たいやつ、これまだシーズニング、塩コショウとかオリーブオイルとかはやってないんだけど、それを明日やって、これはもうオーブンに入れるだけ。350度で、1時間ぐらいをやります。でそれでもめっちゃ美味しいから。あと食べ物でいうと血糖値の上昇っていうのに私はすっごい気にしてて、でそれは妊娠きっかけだったんだけど、妊娠の糖尿病の検査するじゃないですか。で時に1回目引っかかっちゃったので、1回目は多分すごい空腹で甘いアクエリアスみたいな飲み物を飲んで、飲む前と飲んだ後に血液検査するんだったっけ、ちょっと忘れちゃったけど、あれ引っかかっちゃったので、めっちゃくちゃショックで、それが。で2回目はそれを4回注射を取るんだよね。もっともっと濃厚で甘い、もう気が狂いそうな甘さのジュースを空腹で飲んで、ちょっとごめん忘れちゃったけど、とにかく血を4回取るのね。でその血液のその血糖値が上がって下がってちゃんと下がりきるかみたいなのを見るんだけど、それをパスしたんだけど、でももうすっごいそれがショックで、そこからものすごい血糖値が上がるとか上がらないっていうのを気にしながら食事をするようになりました。で今回もこのトレーニング始めたことによって、やっぱ食生活でやっぱ血糖値を緩やかなカーブにするっていうことがすごく重要っていうのはどこでも言われていて、で、なんでかっていうと、その血糖値をこう上がって下がってでまた上がって下がってっていうのを繰り返すと、この血糖値上がった分っていうのは脂肪になっちゃうわけよ。だし普通にそれをずっと繰り返してたら糖尿病になるわけだから、それはちょっともう本当に避けたいということで、あんまりすっごい空腹状態っていうのを作らないようにはしてて、血糖値が上がりにくい組み合わせを考えて食べるようにしてます。だから例えば朝にね炭水化物を食べるんだったら血糖値上がるから、それ糖類か炭水化物っていうか糖類を食べると血糖値が上がるから、それと
アーモンドバターとかナッツバターとかを組み合わせたりとか、あとはタンパク質を一緒に組み合わせることでその上昇をちょっと抑えてくれる要素があるみたいなんで、グリークヨーグルトと、そういうものとかそういう組み合わせとかはめっちゃ考えていて、だから朝ご飯の一番最初のご飯を何にするかめっちゃ迷う。今もちょっとハテナなの。でも多分グリークヨーグルトと、グラノーラはまだマシだと思う。それにちょっとだけアーモンドバターとかかけたりして、でタンパク質もすごい取れるし 20g とかさ取れちゃうし、それが一番手軽でいいんだけど、たまにさちょっと寒くって温かいものが食べたい時あるんですよ。だからオートミールとかもいいんだと思うんだけど、オートミールまで作るのちょっと面倒くさくて、なんかさお鍋洗う行為をしなきゃいけないじゃん朝から。それがもうめちゃくちゃ面倒くさいからちょっとレイジーなんだけど、すごいショックだったのはダイアビーティープレグナンシーダイアビーティーのテストに引っかかったことが、多分それね引っかかったことある人多分いると思うし、本当にその妊娠糖尿病になっちゃった人いると思うんだけど、すごいショックだよね。そうと思って、そこをきっかけにより正しいというか、よりそこを気にした食生活をしようと思って、いいきっかけでした。もうちょっと勉強して自分なりのやり方をまだ組み立てられてないからさ、組み立てられるようになればいいなと思います。そんな感じで今ハマってることはあって、本当にお友達と喋るみたいにさ、全然まとまりのない感じでわーって喋っちゃったんだけど、これでは大丈夫だったでしょうか。大丈夫かな。もう一個さ、本当はさ子育てのお悩み的なことをね言いたかったのだけど、多分ものすごいこれ長いビデオになっちゃうから、今日はこれでおしまいにします。じゃあちょっと片付けてリラックスタイムしたいと思います。